中国古代の皇帝の墓といえば、壮大な秦の始皇帝の墓や、比較的保存状態の良い明、清時代の墓を思い浮かべる人が多いが、元の皇帝の墓に言及する人はほとんどいない。元は古代中国最大両党の統一王朝で、およそ97年にわたって、十何人の皇帝が続いた。しかし、これら元の歴代皇帝の墓はどこに行ったのか？今日はこの話題について話します。ジンギスカンは中国と世界の歴史の中で最強な皇帝であり、ヨーロッパとアジアを征服し、その生涯で世界のすべての財宝を収納した。もしジンギスカンの墓が見つかれば、始皇帝の墓に匹敵するほどの宝物が寝ているはずだが、残念ながら墓の場所は何世紀にもわたって今も謎のままです。元はモンゴルの天人族が建国したモンゴル人の死に関する概念はシャーマニズムやラマ教の影響を強く受けており、モンゴル文化の形成と発展に対して重要な要素であった。モンゴル人にとって生と死は正常なサイクルであり、死は個人が抗うことのできない自然の法則であり、生命はやがて自然の懐に帰るのです。人は生まれてきたから徐々に死に向かっていくのをモンゴル人が信じている。死は生と同じくらい避けられないものであり、だからこそ生死を軽く見て、自我を大切し、幸せを求めます。元が成立する以前、モンゴル人に独自の葬儀の習慣があり、白葬や簡素な葬儀が特徴であった。モンゴル人は大草原に住む遊牧民で、決まった住みかを持たず、質素で実用的な生活をしていた。モンゴル人当時、肉体、崇拝の伝統はなく、人間の身体は自然から生まれたものであり、思考は自然に返すべきものだと考えていた。腐敗した死体の魂が天国に行かれないのを信じているから、モンゴルの習慣で人が死んだら3日以内に彫葬、土葬、火葬のいずれかの方法で処分する。特にモンゴルが拡大していた戦時中は葬儀も簡素なものだった。埋葬の際、記者はリビングテントの中央に座らされ、騎士の関係者に囲まれて祈りを捧げました。副葬品は馬、弓や肉と乳が置かれたテーブルが揃えられ、最後に厨子に埋められた。死者が他界したら、住むためのテント、乗るための馬、食べるための肉やミルクを手に入れるためである。モンゴルの家願や皇帝の埋葬習慣は、モンゴル人の死生観や生活環境の影響から、中国の皇帝の埋葬習慣とは大きく異なっていた。モンゴル現地帯の家願や皇帝には墓の制度がなく、一
般の皇族は死後、彫像や仮装で葬られたが、元の皇帝は草原で密葬にされました。彫像は死体を郊外の工事に設置された彫像台に運ぶ。それを裁断し、断片化して、ハゲワシなどの鳥類に食べさせる。仮装は遺体を焼却することである。元の皇帝は草原に密葬を採用し、皇帝の墓の埋葬地は表示、公表、記録されないことを意味する。そのため、元の皇帝陵墓の秘密は後世に知られることはない。元の皇帝の埋葬は極めて秘密にされていた。資料によれば、元の皇帝はみんな、幕北にある記念国と呼ばれる場所に葬られたという。モンゴル人は、この墓地を大金地と呼んだ。元史に並ぶモンゴル帝国の重要資料、収支は、ジンギスカンの墓所、大金地は、ブルガンカルトと表記し、ジンギスカンの子孫及び歴代元の皇帝が同じ地に葬られたと記し、モンゴルの加賀の死後、漢に埋葬されたそうです。加賀の漢は2枚の丸木をくり抜いて人間サイズの缶を作り、そこに遺体を収めた。漆を塗った後、黄金を割って囲み、固定します。元の皇帝がどこに死んでも、彼の缶を幕国の近年国に運ばないといけないです。ジンギスカンが霊下で死去した後、正確な埋葬場所を秘密にするため、葬儀の大号はお墓に向かう途中で出会った人たちをすべて殺した。お墓の場所に着くと洞窟を掘り、缶を下ろし、土の山を順番に埋め、土が残っていれば別の場所に運ぶのである。葬儀が終わった後、馬は墓地の上に放牧され、草がせいせいと茂った頃、お墓はすべて緑に囲まれ、皇帝の墓がどこにあるか誰も知らなかった。死んだ皇帝を祭祀するため、皇帝が埋葬されるとき、お墓のところに連れてきた一匹母ラクダのめまいに、子ラクダを殺します。将来、この母ラクダがここに連れてこられ、悲痛な叫びを上げる場所には、皇帝の墓である。それから数年後、母ラクダが亡くなり、埋葬に立ち会ったの人々もみんな死んでしまったので、埋葬の正確の場所を知る者もいなかった。だから、その時代で最も有名な王者、ジンギスカンから元の最古の皇帝である元順で待って、元の皇帝の墓は不明である。元時代の王陵はこれまで発掘されたものが比較的少なく、古代中国の中で最も理解されていない遺跡である。副葬品の情報も比較的少ないです。なぜ少ないかというと、彼らの墓は墳丘や象徴的な建造物がなく、普通の草原と同じだからである。そうでなければ、罪深い殺人者ジンギスカン。彼の墓は
芸能庁の絶滅した当時に掘り起こされ、鞭打たれていただろう。いわゆる今のチンギス・カン領は、彼に敬意を表して草原に建てられた広大な一環町である。現時代の人々は中国という風水にほとんど関心がなかったので、これだけ広大な草原の墓で墓荒らしが手を出すわけがない。ジンギスカンの墓に数万匹の毒蛇が800年間ジンギスカンの霊を守り続け、そこに入った者は必ず死ぬという呪いがかかっている伝説がある。伝説によると、100年間にジンギスカンの墓を探し続けている人々がいるが、彼らはみんな不可解な死を解け、その本当の理由は誰にもわからないです。あるモンゴルの専門家は、ジンギスカンの墓に、秦の始皇帝の墓から出土した兵馬俑をしのぐような珍奇な宝物が寝ているかもしれないと予言した。これは決して大げさな話ではない。ジンギスカンの墓に彼が征服した20以上の王国から得た貴重な宝物が寝ている可能性があり、そのため考古学会は長年にわたってその探索を続けてきた。1227年、ジンギスカンはモンゴルの大軍を率いて、青河王朝の首都コウケイフに向かったが、病に倒れ、停車で死亡し、その後、密かに埋葬された。墓荒らしに邪魔されないように、墓の建設と同時にシャーマンを呼び寄せ、墓にこういう不思議な呪文がかけられていた。偉大な王を邪魔すると、死の翼が彼の魂を運び去ってしまう。特定の場所がなく、謎のシャーマンの呪いに脅されながらでも、巨万の富の誘惑に、ジンギスカンの墓がどこにあるのかを知りたがるの人が必ずいる。2000年、アメリカの大富豪、モーリー・ウラウィッツは、シカゴ大学の歴史学者ウッズと、当時世界最先端の機器を駆使して、ウランバートルに考古学探検隊を発見した。最初、彼の探検は地元当局の強い反発を受けたが、ウラビッツの金の誘惑で彼の研究プロジェクトに投入することになった。2002年4月、モンゴルの首都ウランバートルの北東322キロになるケント州パスリットという町で、考古学者と2人同時の歴史家の協力により、謎の墓地を発見した。クラビッツはこの墓がジンギスカンの墓であると考えていた。しかし、激しい風が始まり、豪雨に見舞われ、発掘はスムーズではなかった。2ヶ月以上にわたる困難な発掘の末、考古隊は地下10メートルの石垣を発見した。作業員が石垣を掘っているとき、その割り目から無数の毒蛇が現れた。足の速い作業員は運よく逃げられたが、足の遅い作業員は
エビの口の中で死に、怪我をした作業員もいた。すぐに作業を中断して安全な場所に避難し、死者を収容。エビに噛まれた作業員をウランパートルの病院に運んだが、運転手と負傷した作業員が山腹に駐車していたオフロード車に乗り込んだところ、坂道を滑り落ち、深い水たまりの中に入ってしまったのである。数時間後、オフロード車を取り戻されたが、乗っていた人たちは全員溺死していた。一連の奇怪な出来事で、考古学者たちは引き下がったが、クラビッツは発掘を続けるように要求した。彼の科学的な言葉で、墓地に戻った考古学者たちは、強力なヘビの除けスプレーを実産し、石液の隙間に吹きつけたところ、ヘビの大発生が消えたという。2ヶ月ほどして、ようやく石垣に穴が開いた。ところが、墓を開けようとしたその時、発掘を担当した考古学者数人が突然、怪病にかかった。体が腫れて痛み、手で押さえると毛穴から黄色い水が流れてきた。この怪病はペストのように広がり、さらに何人かの考古学者が倒れた。クラビッツは病気の考古学者をウランパートルの病院へ急いだ。しかし、現地では医療が不利のため、病気の隊員は苦しみながら、うめき声を上げて死んでいた。クラビッツは掘り続く勇気はなく、すぐ墓に神父への充電を命じた。その仕事の完成する前に、クラビッツも病に倒れ、体がむくんできた。不幸な出来事が重なり、彼が発掘を断念することを決めた。クラビッツは慌てて帰国し、アメリカの難病治療専門の病院で、この怪病を治すために大金を費やした。専門医はクラビッツに極めて稀な土のアレルギーであることを告げた。そのため、チンギスカンが権限したという噂があった。しかし、本当のところは、考古学者チームがモンゴル政府や民間人に反対されたというのが実情だ。モンゴルで土地を掘り返すと縁起が悪くなり、先祖の墓に触るとその魂を壊滅するという言い伝えがある。このニュースを知ったモンゴル国民は発掘に強く反対し、モンゴル政府は考古学チームに中止と撤退を命じた。この事件以降、ジンギスカンの墓にかけられた呪いは、空話ではなく、実際にあったことだという人が多くなったが、考古学者はジンギスカン墓の呪いの存在を科学的に証明することはできないと言っている。ジンギスカンの墓にかけられた呪いは、墓嵐が墓に入るのを防ぐためだったと推測されており、ジンギスカンの墓の呪いが本当なのかどうかは、未だに謎のままである。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。また次の動画で会いましょう。